どうも、ボタニカリスティクスです。今日はね、行ってきました動画になります。またね、宇都宮行っちゃいました。なんかね、どんだけ宇都宮好きなんだよってね、思われると思うんだけど、イベント行きましたとかね、ジョイフルホンダ宇都宮店行きましたとか、今回はみのり花木センターインターパーク店というところに行ってきました。前回に引き続きね、変な格好してますけど、あんま気にしないでください。ちょっとね、暑い日が続いているんで、ちょっと汗かくんでね、嫌なんですけど、僕もね、こんな格好したくないんで、早く髪切れって話なんだけどね。でね、今回行ってきたみのり花木センターなんですけど、実はね、結構もうね、昔からね、何回も行ってるんですよ。何回も、そうだな。数えるくらいですけどね、5回ぐらいかな。でね、初めて行った時は、まだね、僕がね、全然観葉植物とか全然知らなくて、銅弾ツツジを買いに行ったんですよ。それでね、初めてね、僕ね、このみのり花木センターに行ったんですよね。で、その時は、まだね、名前も違くて、正式名称ちょっと忘れたけど、緑花木センターっていう名前だったんですよ。緑花木センター宇都宮店だか、宇都宮緑花木センターだったかちょっと忘れたんだけど、それでリニューアルしたんですよね。もうね、名前が変わっただけじゃなくて、もう全面改装。もう全部変わったの。で、変わる前の緑花木センターの時代は、観葉植物とかね、多分ね、なかったと思うんだよね。で、僕ね、まだね、その頃観葉植物に目覚めてなかったんで、観葉植物があるかないかっていうことを確認もしないし、そもそも興味なかったからね。だからこう、庭木とか、そういうね、屋外の園芸ショップみたいな感じだったんですよ。で、ただね、その後、僕はね、観葉植物好きになって、宇都宮のジョイフルホンダに、よく通うようになったらすぐそばじゃん。で、すぐそばなんだけど、あそこはね、庭とか園芸といっても、そっち系だからさ、行くことないよね、と思ってたら、リニューアルしますってなったんですよ。リニューアルしたら、なんかね、ハウスができたの。まさか観葉植物やるのかなと思って。で、それで、行ってみたのよ。そしたらね、あんまなかったの。で、それがね、もう結構何年前だろうな。もう本当にリニューアルした直後に行ったんだよね。ただ、その時に、ここ、まだなんかポテンシャルを秘めてるよね。まだ観葉植物これから増えてくっていうこともあり得るんじゃない？その宇都宮のね、ジョイフルがすぐそばにあるから、なんかそれ刺激されてね。なんかあるいはそっちからのなんか、ちょっと何か学んで、あるいはそういう人呼んで、そっちも盛り上げていこうっていう風にやったらいいのにね、って思って、ちょっとうっすらね、期待してた。そしたらさ、その期待が伝わったのか、予想が当たったのか、わからないけど、なんかね、またね、プラッとなんかのね、時に行ったのよ。したら、なんか、増えてた。観葉植物が。で、観葉植物がね、増えてただけじゃなくて、超レアもんが置いてありました。その時は、確か、あれ、クリシュナ置いてあったんだっけな。何にびっくりしたんだっけな。忘れたな。とにかく、すげえ、観葉植物に力を入れ始めてるっていうのを感じたの、その時。ただ、ちょっとね、なんかね、日当たりの問題かな。なんか、西日が入りすぎるとかかな。いや、西日あの位置で西日ってやんないか。どうだろうな。ちょっとわからないけど、なんかね、葉焼けしてる植物がすごい多かったのね。そういう意味じゃさ、ちょっとさ、状態が良くないかなっていう気がしたの。あるいはそういうものの寄せ集めのハウス、直売所みたいな感じになってるのかなみたいにちょっと思っちゃったんだよ、その時は。だから、なんか掘り出し物が見つかれば、ラッキーかなぐらいな場所っていうイメージでいたんだよね。でもさ、これさ、僕もね、よく諦めないなと思うんだけど、またね、行ってみたんだよ。そしたらね、もっと良くなってたの。その植物の状態もなんか前よりもいい感じがしたし、なんかね、レア物の数も増えてたというか、掘り出し物の数も増えてた感じがした。具体的にこれがどうとかね、ちょっとね、忘れたよ。忘れたけど、だからね、じゃあ、今回どうだったんだよって話だよね。で、今回、そう、めっちゃ良かったの。だからこうやって動画にしてんだけど、その状態もいいものがめっちゃ増えたし、レアもんばっかだし、大きいし、もうね、すごい良かった。で、フィカス好きはね、もうね、絶対行った方がいいと思う。でね、フィカス好きといってもね、なんだろうな、これ、あえてなのかな、たまたま季節なのかなわからないけど、ウンベラータ、アルテシマ、ベンガレンシス、全然なし。で、むしろ、なんか、イボンヌも、ちっちゃいタイプのイボンヌと、なんかね、大きいタイプのイボンヌ。大きいタイプのイボンヌは、三浦園芸さんが、なんか今ね、
一生懸命出してるのかな。なので、並んでた。結構たくさん。イボンヌはフィカスリラータ、カシアワゴムだね。それのフリリがね、並んでたのとかね。もうそれだけですごいなと思ったんだけどね。最初ね、入り口にね、なんかバーンってあったんだけど、奥の方行ったらもっともっとたくさんあった。で、あとね、三浦園芸さんで言ったらウィアンディ。あれもね、僕ね、結構レアもんなんですよ。なんて言ったじゃん。あれもね、バンバン並んでた。あといい感じのさ、バーガンディとソフィアがいいサイズのさ、まあ6号のね、結構このぐらいのいい感じですよ。僕も結構このサイズ好き。6、7あたりね。これがね、結構あったし、状態が全部良かったんですよ。でね、ここね、いつも絶対置いてあるんだけど、ランフィーのフリリ。これもね、前回まではちょっと状態がなーとか思ってたんだけど、今回はね、もう綺麗なのが並んでましたよ。なので、最初のね、やっぱりね、さっきも話したけど、最初入り口に、なんかもうレアモンばっかりのコーナーをわざわざ作ってるんですよ。っていうことは、これがレアモンだって分かってるわけ。で、それはまあ、フィカス以外のね、まあ、アンズリウムの、まあ、フーゲリーのなんとかとか、いろいろあったよ。ね、それはもうね、数万円とかすごい分かってる。レアモンだって分かってる値段設定で並んでるんですよ。ここでやっぱり目を引くつもりでいるっていうことは、そういうクロートの観葉植物好きが来ることを想定してるんですよね。でその気概でやってるっていうのが、まあその段階でも分かる。それで見て、わーって僕みたいなのね、まあフィカスしか分からないけど、まあそのフィカスしか分からない僕も入り口で、わーって思ったんですよ。で、最初はね、でもここだけかなと思ったら、奥行ったらもうそれがたくさん並んでるんだよね。もうね、結構ね、良かった。本当にね、いろいろ欲しいものたくさんあったんだけど、やっぱりね、まあ、値段設定はじゃあどうなのって言われると、そこまで安いとかいう感じではなかったかな。全体的に安さを売りにしてるとか、そういう感じではなかったかな。ただ、物によっては安いなって思ったのあったね。アスペラっていう名前で売ってるね、僕が、まあ、ビレンススノーストームだろうって言ってるやつとかも、僕結構このぐらいのやつでも1500円とかで、こんな安かったっけとか思って、そういう感じで探していけば、安いの絶対に見つかると思いますよ。だから宇都宮、本当にね、ジョイフルホンダと、もう目と鼻の先みたいな距離感なんですよ。位置的にね。なので、遠出してね、まあ、来るってなったら、まあ、ジョイフル宇都宮も見て、こっちも見てってことをやったらいいと思うんですけどね。まあなかなかね、ただね、目と鼻の先とはいえ、ここね、すごくね、車が混むんですよ。で、このインターパークっていうところがね、なんか知らないけどね、すごいの、お客さんが、この街が。なので、車がすごい、新4号バイパスのところが渋滞するんで、なかなかね、両方行くってなると結構体力がいるんだよね。ただ、絶対にね、外れないと思いますよ。よくわからないよね。本当に。ウンベラータ、ベンガレンシス、アルテシマとかね、ないんですよ。本当になかったの。それなのに、そのレアな、そんなね、ランフィー、フイリとかさ、イボンヌとか、そういったものがあって、まあ僕みたいな人がわーって思えるような、そんなラインナップなわけよ。これね、フィカスだけじゃないんだよ。で、僕ね、フィカスだけの話しかできないから、こんなんだけど、そこのね、ハウスに行くまでの道にね、もうね、ネフロレフィスのね、すっごいいいのがあったりとか、コウモリランのでっかいのがボン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 って飾ってあったりとかね。あとね、そのハウスに行くまでの途中にね、左側にね、なんか特設っぽいね、ハウスもあって、トロピカルなんとか、みたいな、特設のハウスみたいなのがあって、そういうのもやってるの。で、そこのね、入ってったらね、フィカス言いましたけどね、ジンがね、ダーンと並んでて、あとなんかね、ディスカウントされているね、でっかい、エラスティカの、フイリがあったりとかね、しましたけどね。確かね、前回来た時はね、山野草特集みたいな感じだったんだよね。うん。フイリーヌビアあるかなと思って覗いたな、確か。なんかね、イベントもね、ちょいちょいやってるんですよ。帰りにね、ちょっとチラッとね、なんかポスター出てたんだよね。フィカスじゃないやと思ってスルーしちゃったんだけど、観葉植物好きがね、好きそうなイベントのなんかポスター貼ってあったよっていう感じかな。うん。どうでしょう。宇都宮行ったらさ、ぜひ行ってみてよ。観葉植物好きじゃないね、連れと一緒に行くんだったら、まあ、餃子食べに行こうよとか言ってね。それで餃子食べに行って、なんだ、ちょっと疲れたなちょっと休憩しようみたいなのがふーっとって、ふらっと。なんだこれ、実り花木センターなんだこれ、よくわかんないとか言いながら、とぼけながら入ってさ、めっちゃいいね、これ、フィカス、イボンヌだよ、ほら、すごいとかやって、もうちょっと教えてあげてよ。そしたらさ、その人もさ、フィカス好きになって、もう今度は絶対こっち、ここメインに来ようみたいにならないんだよね、これが実はそういう風には。まあ、ちなみに僕はね、もうちょっとプラッとね、温泉行ったついでだったんだけどね、今回行ったのは。
でもね、やっぱりね、ここね、メインで宇都宮に来てもいいぐらい、なかなかいいんでね。しかもね、人がね、全然いないの。だからね、だからいいってわけじゃないんだけども、もっと盛り上がっててほしいっていう、ちょっと本心はね、あるんだけど、でも、ゆっくり見れる。でも、本当にね、おすすめです。ぜひ。今日はそんな感じで、はい。みのり花木センターインターパーク店に行ってきましたという紹介の動画でした。はい。ではまた。